今回の動画はロボットアームの最後の可動パーツ、物をつかむグリッパーを作成します。グリッパーにはいろいろなタイプがありますが、代表的なのはこういうステッパーモーターを使って指を開閉するタイプです。ステッパーモーターのような精密な動作はできませんが、ラジコン用のサーボモーターを使っても作ることができます。どちらにするか少し悩みましたが、これ以上重くなると腕の負担が大きくなりすぎるので、軽いサーボモーターを使ってみることにしました。手持ちのサーボモーターからできるだけ軽くてトルクが大きいものを選びます。この SG92R は小さいのに 2.5kg/cm のトルクがあります。この P1S は SG92R と同じ大きさですが 4kg/cm とさらにトルクがあります。しかし金属ギアなので少し重いです。マウントネジの位置や出力軸の位置も同じなので後から交換することもできるし、とりあえず安い SG92R を使うことにします。 P1S は1つ2000円ぐらいするので壊れると嫌ですからね。サーボモーターに直接指をつけてしまうとさすがに力が弱すぎるのでギアで減速しようと思います。ギアの設計は面倒なのですが、パラメータを入力すると 3D モデルを生成してダウンロードできるサイトがあるので便利に使わせてもらっています。まずサーボモーター側の12枚ハギやモジュールは 0.8 としました。次に指側の44枚刃のギアです。これで減速比が 3.7 ぐらいになり、サーボモーターが180度動くと指は48度ぐらい動きます。 3D プリンターでモジュール 0.8 と少し細かいギアを出力したことがなかったので試しに印刷してみました。ちょっと糸を引きやすいフィラメントを使ったのでところどころギアの刃の間に糸が固まったものが詰まってしまいました。詰まった塊のクリーニングが面倒ですが、刃の噛み合いもよく問題なく使えそうです。グリッパーが必要以上に強い力で掴まないようにする対策として圧力センサーを内蔵させます。これが圧力センサーで圧力をかけると抵抗値が低くなる素子です。どんな風に圧力に反応するのか、このセットで実際に測定してみます。最初はステンレス棒をそのまま乗せてみます。重さに反応して抵抗値が下がるはずです。あれ、下がりませんね。無限大の表示のままです。今度は端にシリコンの戸当たりクッションを貼ってみます。50kΩぐらいに下がりました。圧力センサーへの当たり方で反応が変わるようです。もう少し柔らかいものならどうなるのでしょうか。サーボモーターについてきた防振ゴムを挟んでみます。今度は 40kΩぐらいまで下がりました。薄いゴムシートも試してみます。これはあまり下がらないと思います。やっぱりあまり下がりませんね。80kΩぐらいです。反応が良くて使いやすそうなのは最初に試した戸当たりクッションのようです。もしかしたらセンサーに当たる面積が小さい方が良いのかもしれないので金属の歯止めも試してみます。100kΩぐらいとあまり反応は良くなさそうです。
やっぱり戸当たりクッションですね。構造が決まったので設計も定まりました。早速印刷します。この白いフィラメントはカラーファブの HT というポリエステルのエンジニアリングプラスチックです。ノズル温度が270度前後と高めなのですが、反りも少なく印刷しやすいフィラメントです。耐熱性が高くしなやかで割れにくく、摩耗にも強い便利な素材です。印刷が終わりました。良い感じです。ギアも問題ありません。組み立てます。腕のパーツと違って細かい造形ですし、小さいのに可動部分が多くて調整も大変でした。指先にネジを使いたくなかったので、可動部分は全部 3mm のステンレスピンの圧入です。ピンが抜けないように穴の大きさは小さめなので、なかなかピンが入りません。かといって力を入れすぎると折れそうで気を使います。ピンを削ったり穴を広げたりと微調整が続きます。できました。立体的なデザインにしてみましたが、良い感じだと思います。この部分は缶コーヒーのような丸いものもしっかりつかめるように内側に曲がるようにしてあります。指ができたのでグリッパーの本体を作ります。ブリッジとオーバーハングだらけの印刷でちょっと不安でしたが大丈夫でした。印刷が終わったので組み立てます。指の付け根はステンレスピンとベアリングにワッシャーも組み合わさります。指とサーボモーターのギアが噛み合い、狭い隙間にワッシャーを差し込みシャフトを通すのが難しいです。マスキングテープでワッシャーを仮止めしながら組み立てました。できました。どうでしょう。設計にかなり苦労しましたがかっこよく仕上がったと思います。早速動かしてみます。サーボモーターなので仕方がないですが、ちょっと乱暴な動きですね。せっかくなので何か持ってもらいましょう。プラスチックの板です。ネジの小袋です。
変です。彫刻刀です。落とさないでね。大丈夫でした。今度はこのハンダコテクリーナーです。指の曲がる部分が機能していますね。無事動作したのでターボモーターを強力な P1S に交換してみました。ちょっと指を挟んでみたら痛いほどのトルクでした。ロボットアーム本体にグリッパーをつけてみました。かっこいいです。でかいです。高さが80センチ以上あります。これでメカ部分は完成したので、ロボットアームシリーズの動画はこれで一応終わりにします。この後は制御ボードの作成や電気配線、ソフトウェアなど地味な作業になります。音声認識は OpenAI の Whisper を使って試してみましたが、非力なパソコンでは反応が悪く実用的ではなかったので、クラウドの音声認識サービスを使って Amazon エコーぐらいの反応速度を目指します。それではご視聴ありがとうございました。